皆さん、こんにちは。お久しぶりです。私、この度、子宮体がんになってしまいました。ということで、しばらくは、鼻の動画ではなく、入院生活でのことなどをお話ししようと思います。今回は、死んでも仕方ないかなぁと考えていた私と、とても感性や行動が似ているのに、ずっと生きていたいと思い続けている人に出会えた時のことをお話しします。その人のことは、ここでは A さんと呼ぶことにしますね。私は A さんと出会えて、お話をたくさん聞かせていただいたことで、自分が自分のままで生きていけることと、私も長生きできたら、その時まだ生きたいと思えているかも、という希望が持てました。その嬉しさを皆さんにお伝えしたかったので、動画にすることにしました。もし、時間に余裕があるようでしたら、ぜひ最後まで聞いていってくださいね。それでは、始めていきますね。入院する前の私は、もう自分では自力で生きていけるという自信をすっかりなくしてしまっていました。ただ、自立して生きていけるだけのお金を稼げたらいいのに、普通の人と同じだけ稼ぎたいだけなのに、どうしても、そうなろうと頑張って働いていると、必ず体を壊してしまう。好きなことで働けば、苦にならないと言うけれど、好きなことでも、まだまだ頑張りたいのに、体が壊れてしまう。それに、よく人から頼りにされるけれど、助けてあげたら、ずっと当てにされてしまう。最初は助けるけど、それは、次からは自力で頑張ってほしいからなのに、頼ってくる人は、もう安心して、次からも甘えてくるような人ばかり。理不尽な振る舞いをして迷惑をかける人は、どこまで行っても、自分は間違ったことはしていないと言い切って、迷惑をかけ続ける。私の周りには、そんな人ばかり。私が、こんな風だから、周りが変になるの？私が悪いの？こんな風に、私は自分で自分を追い詰めてしまい、もう、生きていない方がいいのかな。世の中からいなくなった方がいいのかなと、思い詰めるようになっていました。そして、今年の夏くらいから、だんだんお腹が腫れてきて、うつ伏せができなくなってしまうほどだったけれど、痛みが限界に達して、助けてほしい、と叫びたくなるまで、病院へ行くことをためらっていました。そして、なんだかんだで、緊急入院することになってしまいました。緊急入院の翌々日、夫が、津野神社で、お守りを買って持ってきました。津野神社は、宮崎県にある病気平癒のご利益がある神社です。私の住む大分県からは、車で片道3時間、往復6時間程度かかります。それだけ時間がかかるのに、私の入院の世話や、施設にいる姑の用事ができるかもしれないのに、入院の翌日に、車で買いに行って、翌々日に持ってきてくれたのです。普通、ここまでしてもらえたら、愛されてると、素直に嬉しいと思えるのではないかと思います。でも、私の気持ちは、正直、複雑でした。なぜ、私、姑の誰かに、何かが起きるかもしれないのに、家でじっとしていないのだろう。仕事もあるのになぜ体力を温存しないのだろうか。結局、体力のない私は、夫に頭が上がらない状態で、後ろめたさを感じながら生きなきゃならないのだろうか。ここまでしてくれる夫は優しい。素直に感謝できない私はおかしい。お守りは嬉しいけど、だけど、気持ちは複雑。これが私のこの時の正直な気持ちでした。そんな気持ちだったため、私はその時、どうしていいかわからず、泣いてしまったんです。その時に、声をかけてくれたのが、同室になった A さんでした。A さんは、私に、大丈夫？泣いてるから、かわいそうで、と言ってくれました。A さんは、宮崎県に住まれているので、津野神社のことをご存知でした。そこから、私と A さんは、お話をするようになりました。A さんとは、すぐに仲良くなり、お互いのことを理解し合える間柄になりました。二人とも、
物事にまっすぐ向き合うタイプで、自己内省を良くするし、他人が悪いと思うときは、悪いものは悪い。そこは相手が変わるべきと思うタイプでした。私は A さんと話すようになってすぐに、自分に似ている人だと感じました。そして、お互いの病気や寿命について話していたとき、A さんは、私の寿命はあと1年、薬が合えば、もっと生きられる。私はまだ生きたいと言いました。私は、そう思えるものなんですかと、聞き方にしては、ちょっと失礼な物言いをしてしまいました。A さんは、ちょっとびっくりした顔をして、私はまだ生きたい。生きられるなら、長く生きたいとはっきり言いました。その時の私は、自分の思いにまっすぐなまま生きて、年を重ねても、まだ生きたいと思えるものなのだな。私も A さんと同じ年くらいまで、およそ20年先、生きたら、生きていたいと思えるかな。そうなれるのなら、生きてみたいなぁと、少し勇気をもらえて、少し嬉しくなりました。その後も、A さんと私は、たくさんのお話をしました。A さんは、自分の人生であった大事件を一つ話してくれて、私はいつも、A さんのお話に真剣に耳を傾けて、自分の思いや感想を伝えて、そうこうするうちに、A さんは人生であった大事件を全部話したいと言ってくれました。私はそれを、私なんかが聞いてしまってもいいのですかと聞きました。A さんは、いいよ、と言ってくれました。それから私たちは、限りある入院期間中の、お互いの体に話をする余裕がある時を使って、お話を続けました。A さんから聞けた大事件の数々は、時系列に並べたら、それは一つのテレビドラマができてしまうんじゃないのかなと思えるほど、壮絶なものでした。私が A さんだったら、とても耐えられそうにありません。多分、毎回の事件で、くじけてしまうだろうと思うほどでした。そうして、大事件を聞き終わり、やがて A さんは病院を退院していきました。A さんが退院した後、私は主治医の先生と少し揉めたことがありました。先生は私の体を気遣って、今後の治療方針に沿ったプランを話してくれただけだったのですが、その時の私の体の状態では、そのプランを素直に受け入れることは無理だったので、なんで、私の体の状態を聞かないまま、勝手に進めちゃうんだろう、としか思えなかったんです。結局その時は、あまり良好とは言えないギクシャクとした状態で話が終わりました。そこからなんとなく感じる疎外感、私の勝手な思い込みかもしれないけど、今までよくしてくれた周りの人たちが、なんとなく離れていってしまうような、なんとも言えない孤独感と心細さ、そして怒り。また、私は一人になってしまうのだろうか。病気になっても本音を言えないの？また、今までみたいに、無理やり、自分を抑えないといけないの？病気できつい時ですら、他人が望む私にならなきゃいけないの？そんな考えが、頭の中をぐるぐる駆け巡る。この頃の私は、夕飯後には、すぐ眠くなってしまっていて。なぜか、夜中の2時頃に目が覚めて、4時くらいにまた眠気が来て、そこから朝まで寝ているのが常でした。その日も、やっぱりその時間に目が覚めて、その時のことを振り返っていました。その時、ふと、A さんだったら、こんな時、どうしただろうか、と思いました。A さんだったら、徹底的に文句を言って、自分の意見は曲げないだろうと思いました。A さんは、人のことを悪くも言うし、敵視もする。そこも私と似ている。じゃあなぜ、私と A さんは、どこが違う？何がこれほど前向きと後ろ向きな考えになってしまう？A さんはいつも自分を信じているんだ。私は何かあるたび、私を信じれていなかった。自分を曲げることができないくせに、自分を否定して曲げようとしていた。ただ自分を信じればいいだけだったんだ。人のことを悪く思ったら、言えばいいし、我慢もしなくていい。後悔もしなくていい。ただ自分を信じていればいい。
それなら私にもできそう。そう思ったら、私の心がふわっと軽くなるのを感じることができました。それからは、人の望む私にならなくても、自分らしい自分を選ぶことをためらうことが少なくなったように思います。それと同時に、相手のことも否定的に見てしまうことが減ったように思います。もし今後、何か不安になることがあったら、まず、自分を信じよう、そう自分に言う。まずは、自分で自分を肯定してあげる。その上で、状況を考えて、解決の道を探す。多分それが、私らしい私の望む私だと思う。A さんは、ずっと、自分を信じて、自分が思うままに生きることを貫いていた。A さんが大事件の中で、このまま死んでもいいと思ったことがあると言っていたこともありました。その時ですら、A さんは、自分の意志を曲げようとしなかった。結局、大事件のその後は、A さんの望む未来を手に入れているように思います。A さんが嫌いと思った人は A さんから離れ、大事にしたい人を今でも守ることができている。そして、その大事にしたい人たちから今は、A さんが守ってもらえる人生を送っている。A さんだって、これまで生きてきた中で、自分を責め、不安で仕方なかったこともあったはず。それでも、自分を曲げなかったのは、自分、そして相手、それから周囲の人たちの幸せを誰よりも考えて、それを疑わなかったからだと思う。自分の気持ちに蓋をせず、まっすぐ生きていれば、未来は自分の望む未来に変わっていくのかも。いわゆる、世間でよく聞く、引き寄せの法則というものが、これなんじゃないかな。A さんは、太陽のような人だなぁと思う。太陽は、太陽系の惑星を強い引力で引っ張りながら、自分を中心に先頭を突っ走っている。周りの惑星も、その強い引力に引っ張られながら、それぞれの軌道を安定させて回り進む。A さんって、本当に魅力的な人だなーって思います。私も A さんのような生き方がしたい。いつまで生きられるかわからないけれど、もしかしたら、一般的ではないようなことかもしれない思考が、自分の中にあって、でもそうできたらと強く思うことがあったら、私はその自分の思いを信じてみようと思う。そんなことを考えていると、ちょっとワクワクしてしまっている自分がいることに気づいてしまった。もっと生きたくなってしまった。A さんと出会い、お話が聞けたことは、角神社の神様が、私の心の病を治すために導いてくれたご縁だと思っています。そして、お守りを買ってきてくれた夫にも、今はとても感謝しています。もっと言えば、私の病気に携わってくれている先生方、看護師さん、病院のスタッフ皆さんに感謝しています。生きるのに前向きでなかった私なのに、一生懸命になってくれたことをとても嬉しく思っています。それから、ここまで動画を見てくれたあなたにも、貴重な時間を使ってくれたことに感謝いたします。そしてどうか、この動画が見てくれた人の一人にでも、何か心が、ぽっと温かくなってもらえたらと願っています。それでは、この辺でこの動画を終わろうと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。よかったら、励みになりますので、高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、また。